皆さんこんにちは。うさぎちゃんの日本語カフェへようこそ。店長のうさぎです。こんにちは、常連客の拓也です。店長、今日はお店に来るまでの電車がちょうど1分遅れていたんですよ。あら、1分ですか？日本では1分でも遅れたと感じてしまうのが不思議ですよね。そうなんです。海外の友達にこの話をしたら、1分なんて遅れてうちに入らないよと笑われてしまいました。そうかもしれませんね。今日はそんな世界中から注目されている日本の乗り物についてじっくりお話ししていきましょう。いいですね。子供の頃から乗り物大好きなんですよ。拓也さん、数年前にあった20秒の謝罪というニュースを覚えていますか？もちろんですよ。ある鉄道会社が予定より20秒早く駅を出発してしまったことに対して公式に謝罪したという話ですよね。そうなんです。遅れたのではなく、早すぎたことで謝る。これが日本の鉄道の考え方なんです。でもなぜそこまで正確なんでしょうか？特に東京や大阪のような大都市では数分おきに電車が走っていますよね。どんどん電車が来て本当に便利ですね。それは一つの電車が20秒ずれるだけで次の電車との間隔が狭くなって駅のホームに人が溢れてしまうからだと聞いたことがあります。その通りです。まさに精密な時計のようなシステムですね。ちなみに現在では電車が遅れた時に駅で配られていた紙の遅延証明書もほとんど見なくなりました。今はスマホでポチッと確認するだけですね。学校や会社への連絡もスムーズになりました。便利ですが少し寂しい気もします。そうですね。でも日本の鉄道のメリットはやっぱり車を持っていなくてもどこへでも行けることですよね。本当にそうですね。駅の中に駅中というショッピングモールがあって、お買い物も食事も駅だけで完結してしまいます。ただデメリットというか難しいところもありますよね。特に東京の新宿駅や大阪駅、ああ、あのダンジョンですね。初めて行く人にはまるで迷路です。出口を間違えると目的地まであと20分歩かなきゃいけないなんてこともありますから。路線図がカラフルな網の目のようになっていますからね。でもそれだけネットワークが細かくあるという証拠でもあります。慣れればどこにでも行けて便利ですよね。さて、次は新幹線についてお話ししましょう。拓也さんは新幹線に乗るとき何が一番楽しみですか？僕はやっぱり駅弁を食べることですね。でも最近は駅員さんたちの動きにも注目しちゃうんです。おー、鋭いですね。実は新幹線には7分間の奇跡と呼ばれる有名なエピソードがあるんですよ。7分間清掃の時間のことですか？はい。新幹線が終着駅に着いてから次の出発までの時間はわずか12分。そのうちゴミを拾い、座席を拭き、向きを180度変える。このすべての作業を清掃スタッフの方はたったの7分で終わらせるんです。あれは本当にすごいです。最後にはホームに並んで乗客に丁寧にお辞儀をされますよね。あの姿を見ると、これから良い旅が始まるなーって気持ちになります。まさにおもてなしの心ですね。この効率性と安全性のおかげで新幹線は1964年の開業以来、列車事故による死亡事故が一度も起きていないんです。それはすごい。最近新幹線もさらに進化しましたよね。そうですね。リニア中央新幹線の準備も着々と進んでいますし、車内での Wi-Fi や仕事用スペースも以前よりずっと快適になりました。モバイルスイカ一つあれば予約から乗車までスマホをかざすだけ。切符を買うために並んでいた時代が懐かしく感じます。未来へ向かって便利になる一方で、駅ごとに流れる発車メロディーのような遊び心のある文化はずっと続いてほしいですね。駅によってメロディーが違って、昔ここに来たなーなんて思い出します。東京の恵比寿駅でビールの曲が流れるんですが、いつもちょっと飲みたくなっちゃうんですよね。わかります、それ。実は来月連休を利用して大阪と福岡に遊びに行こうと思っているんです。でも移動手段をどうしようか悩んでいまして。大阪と福岡ですか？いいですね。移動手段の選択肢はたくさんありますね。まず大阪までは高速バスで行こうかなと思っているんです。
新幹線の半額以下で行けることもありますよね。そうですね。高速バスの最大のメリットは何といっても安さです。特に夜に出発して翌朝に着く夜行バスなら1泊分の宿泊代も浮かせることができます。それは大きいですよね。でも昔乗った時は座席が狭くてあまり眠れなかった記憶があるんです。確かに以前はそうでしたね。でも現在の高速バスは驚くほど進化しているんですよ。進化ですか？はい、最近は豪華バスが増えていて、座席が完全に独立していたり、カーテンで仕切られて個室のようになっていたりします。それは快適ですね。NASA が開発した技術を応用した無重力のような座席を採用しているバスもあるんですよ。無重力、それならぐっすり眠れそうです。メリットは他にもあります。バス停が駅のすぐ近くや繁華街の真ん中にあることが多いので、着いてすぐに観光を始められるんです。なるほど。でもデメリットはやっぱり時間と渋滞でしょうか？その通りです。事故や天候で渋滞に巻き込まれると予定より数時間遅れることもあります。やはり時間に余裕がないときは注意が必要ですね。福岡まで行くならやっぱり飛行機ですよね。そうですね。東京から福岡なら飛行機なら約2時間です。バスや新幹線とは比べ物にならない速さが最大のメリットですね。最近流行りの言葉で言えばタイムパフォーマンス、略してタイパが非常に高い移動手段ですよね。ええ、タイパはかけた時間に対してどれだけ満足度や成果を得られるかという意味ですよね。でも飛行機って高いイメージがあるのですが、それが LCC、つまり格安航空会社を上手に使えば時期によっては新幹線やバスよりも安くなることがあるんですよ。確かにセール期間中などは驚くほど安いチケットが出ていますよね。ただし飛行機にはいくつか隠れたデメリットもあります。ああ、空港までの移動ですね。そうなんです。例えば成田空港や関西国際空港は市街地から少し離れていますよね。空港までの交通費と移動時間を合わせると結局新幹線の方が楽だったということもあります。それに荷物の制限もありますよね。はい、特に LCC は預ける荷物が有料だったり機内に持ち込める重さが厳しかったりします。この前安いと思ってチケットを買ったのに荷物代を出したら高くなってしまったことがありました。あるあるですね。結局どちらがいいんでしょうか？それは拓也さんが何を一番大切にするかによりますね。とにかく安く済ませて現地で美味しいものを食べたいなら高速バス、移動時間は最小限にして現地で過ごす時間を増やしたいなら飛行機。なるほど。僕は今回大阪までは最新の豪華バスで移動、そのものを単身で福岡までは LCC でパッと飛ぶことにします。いいですね。異なる交通手段を組み合わせるのも旅の醍醐味です。来年は自分へのご褒美にちょっと贅沢な旅をしてみたいなと思っているんです。それは素敵ですね。それなら長距離フェリーと豪華列車がいいと思いますよ。フェリーというと以前は仕切りのない大きな部屋でみんなで寝るというイメージがあったのですが、最近は違うんですか？今はもう全く違います。今の長距離フェリーはカジュアルクルーズと呼ばれていて、中に入るとまるで高級ホテルのロビーのような吹き抜けがあるんです。船の中にホテルがあるようなものですね。その通りです。特に楽しみなのが展望大浴場です。船の中に大きなお風呂があるんですか？そうなんです。大きな窓から沈みゆく夕日や満天の星空を眺めながらお風呂に入る。これは船でしか味わえない贅沢ですよ。それは最高ですね。食事はどうなんですか？レストランでは寄港地、つまり船が立ち寄る場所の特産品を使ったバイキングやコース料理が楽しめます。うわー、最高ですね。例えば北海道へ向かう船なら新鮮な海鮮、九州へ向かう船なら美味しいお肉といった具合です。移動しながらその土地の味を先取りできるんですね。デッキに出て海風を感じながら何もしない贅沢を味わう最高の時間です。でもスマホの電波あるんですか？電波が届かない時も多いです。でも逆にそれを楽しむんですよ。
スマホの電波が届かない場所で読書をしたり大切な人と語り合ったりする、それがフェリーの楽しみ方です。船もいいですが、やっぱり鉄道ファンの僕としては豪華列車が気になります。豪華列車はまさに陸の王者ですね。料金は数十万円から高いものだと100万円を超えることもありますが、常に予約がいっぱいのプラチナチケットなんです。なぜそんなに人気があるんでしょうか？それはただ乗るだけではない特別な体験があるからです。例えば西日本を走るトワイライトエクスプレス水風を知っていますか？もちろん、深みのあるグリーンの車体が美しいですよね。実は2026年3月からこの水風に琵琶湖を巡る新しいコースが登場したんです。琵琶湖ですか？滋賀県にある日本で一番大きな湖ですね。車窓から琵琶湖を眺めるだけでなく、普段は公開されていない歴史あるお寺を特別に参拝できたり、地元の伝統工芸を体験できたりするんですよ。列車から降りた後の体験までセットになっているんですね。そうなんです。車内の食事も超一流のシェフが乗り込んで、その土地の旬の食材で料理を作ってくれます。席はどんな感じですか？座席はすべてスイートリウム。24時間コンシェルジュがあなたの旅をサポートしてくれます。まさに動く宮殿ですね。至れり尽くせりです。フェリーと豪華列車、どちらも魅力的すぎて選べませんね。そうですね。自分の車と一緒に自由で開放的な旅をしたいなら長距離フェリー。最高のサービスに身を任せて日本の文化を深く知る特別な時間を過ごしたいなら豪華列車かな。なるほど。まずはフェリーの個室を予約して海の上でゆっくりすることから始めてみようかな。いいですね。移動を手段ではなく目的に変えることで旅の思い出が何倍にも膨らむはずですよ。はい。どちらも日本の良さを再発見できそうでワクワクします。皆さんもたまには時計を置いて波の音やレールの響きに身を任せる贅沢な移動を楽しんでみてはいかがでしょうか。どの乗り物に乗りたいですか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。それでは次回のカフェでお会いしましょう。さようなら。